こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は今日本にいます。はい、夏です。はい、暑い、ですが梅雨の時期、梅雨のシーズン。梅雨というのは雨がたくさん降る時ですね。はい、それが、最近終わったとニュースで言っていました。はい、ですから雨がちょっと減るかもしれないですね。ですが、これからはもう本当に暑い暑い暑い季節になるところです。はい、頑張ります。水を飲みます。はい。あとはきゅうりを食べます。はい。きゅうりは野菜ですね。きゅうり、キューカンバーです。英語の。はい。緑の長い野菜。はい。あれはほとんど水でできているらしいですね。はい。あれを食べて私は頑張って、はい。夏と戦います。はい。皆さんの今いるところはどうでしょうか。ぜひ教えてください。はい。そして今写真を見ると、そうですね、可愛い女の子2人が、何に入っている？お風呂に入っている？お風呂。そうですね。でもこれ多分温泉ですね。そうですね。温泉。はい。私も入りたいです。はい。暑い。でも入りたいです。はい。夏。暑い。でも入りたいです。はい。暑くてもですね、この温かいお湯に入るとどうしてか気持ちがいいんですね。不思議ですね。暑いのにね、どうして暑いのにもっと暑いところに入るんですかね。そう思います、私も。でも気持ちいいんです。はい。ですから皆さん、もし夏日本に来てもぜひ温泉に入ってください。おすすめです。はい。そしてですね、温泉ってちょっと一つ不思議なことが私あって、これ今写真見てるとこう2人がね目を合わせてる、アイコンタクトをしているということは多分友達ですね。はい。だとしたら、これね、私だったらね、自分と友達が一緒にお風呂に入ると恥ずかしいんですね、ちょっと。はい。体を見せるのをちょっと恥ずかしいと思います。はい。お風呂の中はタオルを使ってはいけないんですね。この温泉の中はタオルは取らなければいけないから、もう何にもつけてない、だからもう、全部見えます。はい。ですが、友達が相手だと恥ずかしいという気持ちがあるんですけど、でも友達じゃなくて全然知らない人に体を見せるのは、お風呂でね、この温泉でお風呂で全然知らない人に自分の体を見せるのは全然恥ずかしくないんですね、私は。でも多分他の女の人みんなそんなに恥ずかしくないです。そういう顔してます、皆さんお風呂で。はい。隠さないし、そんな。はい。だからね、これちょっと不思議だなと思ったんです、私。この写真見た時。これ自分だ、っていうか自分だったら友達とはちょっと恥ずかしいから、できればあんまり一緒に入りたくないと私は思うし、そうなのに知らない人だともういくら見られても何とも思わないんですね。なんですかね、この違いはね。なんだろうな。知らない人だともう会わないからですかね。かな。まあ友達だとしても最初ちょっと恥ずかしいけど、多分もうすぐ慣れますね。もういいや。いいや、もう見ればいいみたいなね、なりますね。そうそう。だから本当ね、温泉の中って、入ったことある人は知ってると思うんですけど、結構話をしてることがあるんですよ、人がね。で、私も今までも全然知らないおばさんとか全然知らないお姉さんと、このお風呂入りながら、温泉に入りながら話したこと
たくさんあります。はい。どこも隠しません。はい。で全然普通の話してるんですね。観光地どこか旅行に行ったとこの温泉だったらあそこ行きましたかとか、あそこのお寺行きましたか、綺麗ですよとか、反対に私が質問したり、私明日あそこ行こうと思うんですけど行ったことありますかとか聞いたり、するんですね。これ不思議ですよね。裸です何も着てないだからこれ女の人だけなのかな、そんなお風呂で話してんの。男の人はどうなんですかね。経験がある人はぜひよかったら聞かせてください。はい。そして皆さんは恥ずかしいか、体を見せるのは恥ずかしいか恥ずかしくないか、はい、どうですか。慣れましたか。今までの経験をよかったら、はい、教えてください。と思います。この話またしたいと思います。はい。ということで、実は今日はですね、でもこの温泉というのはちょっと、最初の、ちょっとしたお話なだけで、実は、今日のメインテーマは温泉ではないんですね。そうなんです。何っていうね。でも温泉に関係があることを今日テーマにしてお話ししようと思っています。よろしくお願いします。ということで、今日はお話し始める前にちょっとだけインフォメーションをします。私は、バカな話をしていますが、これでも日本語を教えている教師です。はい、世界の方々皆さん、はい、誰でも、私教えます。それはインターネットがあるからできますね。Zoom レッスンで皆さんと、勉強が一緒にできます。よかったら一緒に勉強しましょう。ビジネス日本語と会話練習とプライベートレッスンをやっています。詳しくは、ごめんなさい、ビデオレッスンもあります。Zoom はね、時間が合いません。日本と私の国は遠すぎますとかで時間が合わないって人もいると思いますので、ビデオレッスンもありますので、詳しくは私のオンラインレッスンのリンクから見てください。リンクは今日のコメントのところに書いてあります。はい、よろしくお願いします。では、今日のテーマに入りましょう。と言ったらなんかちょっと嫌っていう写真ですね。女の人が服を脱ごうとしている。ダメです。そんなに見てはいけません、皆さん。はい。ダメですよ。はい。だけど、ダメですとかそういう話でも今日はなくて、今日のテーマはですね、皆さんこうやってお風呂入る前、日本で考えて、日本の温泉に入る前に、こういうところで脱いだことありますか？ありませんか？うん。あるって人は、こういう棚見たことありますよね。でここのカゴって言います。このバケット、ここに服を入れますよね。そうそうそう。で時々これはロッカーになってる時があります。ここに扉があって鍵があってという時もあるけど、このようにオープンスタイルの時もありますよね。そうそうそう。もちろんお金とかはここには置いていけないですけどね。そしてそうですね、このオープンスタイルの場合だったらお金とかはお金入れるロッカーが別に他のところにあるので、そこに入れたりします。でここには服だけ入れるんですよね、洋服だけね。で帰ってきたら、お風呂入って出てきたら体をねタオルで拭いて、ここにまた濡れたタオルを置いたりしますよね。そうそうそう。自分で使っていいスペース、あなたのスペースはここ一つです。はい、2つ3つ使ってはいけないです。そうですよ。で、この写真ではここにカゴが1つとここにもう1つしかないけど、だいたいここもカゴってねあります。このバケットのことカゴと言います。そうそうそう。で、例えばこっちの写真見てみましょうか。こういう時、このイメージですね。こうやってカゴが置いてあって、蓋はないです。普通蓋はない。こうやってねパコってない。でも、ここに服を入れますよね。そうそうそう。そしてですね、今日のテーマはこのカゴなんですね。そうそう。
これ今ちょっと写真見てほしいです。これ見ると、これ何でできてますか？これプラスチックですね。そうそうそう、プラスチックでできているカゴ、はい、ですが、皆さんどうですか？今まで日本で入った温泉でこのカゴがプラスチックでできていましたか？これプラスチックだった？それともちょっと違うタイプのものでできてました？どうですか？覚えてますか？ぜひ次温泉に入るときよく見てみてください。あれは何だったってね。これが今日のテーマなんですよ。そう小さなテーマに見えるんですが、とても話が大きくなっていきますはい行きましょう、この世界に行きましょう皆さんね。ですね、これですね、プラスチックでだっていうところは、多分そこの温泉はあんまり料金値段が高くないかもしれない。はい。でもね、別に高いからいい、安いから悪いっていう話でもなくて、これでプラスチックじゃなくて別のものでできてる時あるんですね。でそれはですね、何でできてるのと言ったら、例えばこういう風にね、なんか茶色いのもあるんですけど、例えばこれです。ちょっと今見てください。これ、はい、こういうの見たことありますか？はい、これもカゴです。はい、これも、温泉で洋服を入れるためのカゴです。バケットです。はい、ちょっと写真だと小さく見えるんですけど、実際は大きいです。こっちのさっきのこれと同じくらいのサイズがあります。はい、それでですね、じゃあもう一つ写真、これちょっと違うところから見るとこういう、はい、こういう風になってます。そうそうそう、これね、これを温泉に置いている温泉もあれば、プラスチックを置いてるところもあると思うんですね。そうそう。でね、私ね、このタイプ、プラスチックじゃない、このなんだかわからなかったんだけど、なんか木みたいなもので作ってるものは、私見るとなんか汚いって思ってたんですね。なんだこれ、なんか古臭いな、なんか古い感じ、なんか嫌だなって思ってたんですね。そうなんでこれをね使うんだろうって。そう特に自分が結構いいレベルのいいグレードのホテルに泊まった、旅館に泊まった時でも、温泉行ったらこのカゴとかがあって、なんでと思って、なんかこれだってなんかみんなが触ってるし、洗ったりできないでしょって思ってたんですね。なんかプラスチックの方がいいなって思ってたんですよ、私はね。そう私は思ってたんですけど、皆さん知ってます？これ皆さんの国にもこれでできてるものってありますか？それかこれ同じものありますっていう国もあると思います。はい、それはメッセージでください皆さん。そうでね、これね、実はですね、私これを作ってる、これを作っている日本人のおじい様と会うチャンスがあったんですね。はい、あのこれを作ってる人って日本でもうそんなにたくさんいないんですよ。はい、これを作れる人がもう少ないんですね、日本で。はい、でその作ってるおじさまはこれだけもちろん作ってるんではなくて、いろんなものを作ってます。もちろん椅子とか、皆さんが知ってるのだと椅子が一番いいかもしれない。椅子に座った時に、椅子がブランコみたいになる椅子、わかります？揺れる、ウィンウィンウィンってスイングする。椅子の下の部分が丸くなっていて、乗ったら動くんです。コインコインコインって。まあ気持ちがいいです。はい、楽しいです。そんなに強くない、ゴワンゴワンって、うわ動くなっていうので、ちょっとだけ動く。あれ
見たことありますね、皆さんね。ちょっと今写真ないんですけど、そのおじい様はそういう椅子も作ってるし、小さな椅子ですね。ただ丸い椅子とか、あとは大きいものだとベッド、はい、この素材を、このマテリアルを使ってベッドを作っています。はい、あと枕はピローですね。頭に乗せる、寝る時に頭に乗せるあれを、こういうのを使って作ってる。もうね、いろんなものを作ってます。あとはあれですね、女の人がよく使う、買い物に行った時に野菜を入れる入れ物とか、買い物だけじゃなくて、遊びに行った時に持っていくバケットサイズの、A4 サイズのね、ノート分ぐらいのサイズの、カバンですね。カバン。はい。カバンがすごくポピュラーですね。やっぱ今日本だとね、こういう素材で作ったカバン、こっちですね。こっちの柔らかいところ。いろんなものを作ってます。はい。で、そういうふうに機械ではなくて、マシーンではなくて、全部手で作る。そうやって自分で全部作れる人のことを職人と言うんですね。職人っていうのは職業の職ですね。まず仕事っていう意味の職、仕事で、人は人です。日本人の人、人ってね、人って書きます。職人さんです。職人、職人さんってよく言います。はい。その職人さんと私はちょっとチャンスがあって、長い時間お話をすることができたんですね。まあ私感動しました。はい。話を聞けば聞くほどっていう、すごいって思いました。でその中でもね、一番びっくりしたのがこのカゴだったんですね。はい。これね、でもね、言われてみればそうだよねって思った。私なんで本当知らなかったんだろうと思ったんですけど、あの先に言うと、これはこれでできてる、この何でできてるってね、これできてるのは日本だとラタンって呼ばれるんですね。ラタン、こういうのがラタンっていうらしいんですよ、名前が。ラタンとかロタンとも言うらしいです。ラタン、ロタン。日本だとラタンが多いです。ラタンで、ラタンというのはマレー語、マレーシアのマレーですね。マレーシアで使っている、マレー系の人が使っている言葉、マレー系のマレー語から来ているらしいです。ラタンっていう言葉。でこのこれっていうのは実は日本では取れない、これ植物ですね。そうそうそう、植物で日本では取れなくて、よく取れるのはやっぱり暖かい国、例えばインドネシア、マレーシア、フィリピンのジャングル、はい、そしてあとはアフリカでも取れる、そしてオーストラリアのジャングルでも取れるらしいんですよ。はい、だから日本ではこれは輸入してるんですよね。この作るものは輸入してる。そうそうそう、作るものは輸入してる。で、この木というのがとても変わっているというか、特殊って言いますかね、スペシャルですね。で、これというのは植物の中でもいろんな植物がある、ね、木とか花とかいっぱいありますけど、その中でも、とても強い、はい、強くて一番長さが200メートル超えるらしいんですよ。このまあこの部分だと思うんですけどね、このちょっと硬そうな部分ね、ここですね。これが200メートル超える以上ってこと、200メートル以上ってことです。でそれをそこの例えばインドネシアとかでできたものを取って、切って、でそれを日本に送る。そうそう。で日本に届いたら、それをその職人ですね、そう作る人が、このカゴとかを作る人が水につけて、
つけるっていうのは入れるってことです。水の中に入れて柔らかくして、でこう細かく切って、でいろんなパーツに分けるみたいなんですね。でね、それをこう編んでいくわけです。こうやってキュッ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 って、そうでまあね、まあそれは合うなと思うと思うんですけど、私一番びっくりしたのがその職人さんのおじい様と話をして聞いたのが、これは植物だから、これは生きているんだよって言うんですね。でこれはね、汚れても水で洗えばいいの、水で洗えますって言うんです。あ、そっかって、だって植物だから、で水で洗って、で乾かせばいいんですね。だから汚れても水で洗えばいいし、でそう植物で生きてるから、そのおじい様の言い方だと呼吸をしてるっていうんですね。呼吸っていうのはブレスですね。ですね。息を吸ってる、本当に生きてるってことですね。こういうふうにこう人に使われるようになった、使われる状態になってもまだまだ生きてる。ここから大きく伸びるってね、大きくなるとかはないけど、でも死んでないっていうイメージなんですね。だから水で洗うこともできるし、でもしねこれをお風呂で使った時に、ここに濡れたタオルを置くじゃないですか。私たちお風呂でね、お風呂で体を拭いた後、ここに濡れたタオルを置くと。で私すごいそれが嫌だったんですね。いつも結構思ってたの。またお風呂出てここに濡れたタオル置いたら、これ汚れちゃうなって思って、でみんなこうやってやってるでしょ。みんなここに濡れたタオルをね、ここバッて入れたりして、なんか汚いイメージがあったんですね。私嫌だなって思ってたの。だからこそプラスチックの方が洗えるし、すぐ乾燥する、すぐ水がなくなるような気がして、そっちの方がいいなって思ってたんですよ。私反対です。全然違います。これもうおじい様に教えてもらったら、もうここ濡れてても全然問題ないわけですよ。むしろそうではなくて、これ生きてる植物だから、多分なんですけど、濡れててもこれ水を吸いますね。キュッて水を飲みます。飲んでくれる。だからプラスチックだったら、プラスチックに水のついたタオルを入れると水たまりができるはずなんですよ。水がポトポトってできちゃう、ドットになっちゃうと思うんですけど、これはそうならない。だってよく考えたらここ穴開いてるし、穴っていうかごめんなさい、穴っていうかちゃんと縫ってあるわけですね。ここね、シュッシュッシュッって細かく。だから水があってもこう下にも落ちるし、この植物が水をスーって飲んでくれるから、そっかって思ったんです。話聞いたら、そっか、これの方が綺麗だって、いいなって急に分かって、私。そしてそのおじいさんがね、これはねとてもね強いからね、これね、もしねこれギューって押してもね、形が変わってもね、こう誰かがもし乗っちゃっても、この上に乗っかったり、なんでしょう、ちょっと荷物多すぎたりとか、ちょっとあとはちょっと悪いことして、これをここの端の部分をギューって押しても、ギューって少し曲がるんだけど、また戻る。すごいですよね。ギューっていってまたパキって割れたり折れたりしないんですよ、これ。そうだからね、すごい強いんです。でこれがプラスチックだったら、押したらすぐ割れますね。だからね、これってすごいなって、私初めて分かったんですね。で皆さんは知ってたかもしれない。でも私知らなかった。全然。私もう本当これ汚いものって思ってたから。温泉で見るとね、これね結構ねちょっと黒くなってたり、黒いっていうか茶色い色になってる時もあるんですよ。だからね、なんか汚いって私は自分で思ってたんですけど、
いや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 、違う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 、それは違う。はい。プラスチックより全然よっぽどよっぽど綺麗ですね。そう、それにね、そのおじいさんがね教えてくれたのは、これね白っぽいでしょ。でこれ上からコーティングしてないんですよ。ニスっていうものがあって、こうやって何か作ったら、こうなんですかね、色をきれいに見せるためとか、これを守るため、壊れないように守るために、上から特別なあの液体、特別なこうベトベトしたものをつけるんですね。ブラシで塗るんですね。でそうするとちょっと茶色い黒黒に近い結構茶色い色になったりするんですけど、それがねこれはついてないんですよ。で何もつけてないんですって言うんですよ、おじいさん。これはもう塗って、こうやっておじいさんたちがこうやって作って、もうそのままだから、もう木のままなんだそうです。何もコーティングしてない、何も上から塗ってないから、それは水をよく吸うんですね。何もつけてないから、もう植物のまま、木のまま、そのままなんですね。だと思って。でね、おじいさんが言うのはね、こういうのね、安いお店、安い、なんですかね、こういうのが売ってる安いショップ、お店で見たことあるでしょって。そういうのはねすごくね、ここはね色をつけてるんですよって。上からコーティングしてる。でそれはね、そうすると植物が、この木が息ができなくなる。だからそうするとそれは洗えないんです、水では洗えないんですって教えてくれたんですね。だからこれは何も上から塗ってないから、これは洗えるんですよ。はい、すごいと思って。でそういう上から何か塗っているものっていうのは、それはとても安く売ってるんですね。多分この素材が良くない、この使っている植物があんまりこう綺麗にできてないから上からコーティングしてしまって、綺麗に見えるようにして売ってしまう。ちょっと見て綺麗だったらお客さん買います。そんなによく考えないとか、安い方がいいって思ったら買っちゃうから。そう、私も買ってしまうと思いました。だからね、高いものと、このコーティングされてるのとコーティングされてないもので、なんで値段がすごく違うんですね。全然違うので、なんでこっちはなんか木のままみたいな、何もコーティングしてないのになんでこっちが高いんだろうって思ってたら、そういう理由です。はい。だからコーティングしてない、何も上から塗ってないものの方が逆に自然のままだから、生きてるままなんですね。だから、洗えるし、でこれ生きてるのでずっと使えるらしいです。すごいですよね。だから自分が使って、カゴじゃなくてもいいけど、例えばこういう風にできてる椅子とかベッドとか、あるんですけど、テーブルもあるんですけど、それをね最初買う時は確かに高いかもしれないけど、それは自分の子供、そして孫、そしてその下、孫の先のジェネレーション、世代って言いますが、ジェネレーションまで使えるらしいんですよ。で確かにちょっと破れちゃう、壊れちゃう時もありますよね、こういうところがね。でそういうのは直せる。すごいですよね。で私は直せないですよ。私じゃなくてその職人さんにまた頼むんですね。これを作ってくれている人たちに、ちょっとここだけ破れたから直してくださいって言って直してもらうことができるから、長く使えるんですって。でそうすると長く使ってもらうと、お客様にとってもいいし、作っている職人にとってもいいとおっしゃってました。話してました。
だってこれ作ってる人だって仕事としてやってますから、お客様がいないとお金がもらえないですから、長く使ってくれるってことはその自分の孫たちも何でしょう、例えば自分がこれを作る職人で自分の息子もこれを作る職人、そして孫も作る職人になったら、おじいさんが作ったこれを孫の時に直してあげる、修理するっていうことがあるかもしれない。もうおじいさんは亡くなっていて死んでしまっていてね。だから長く使ってくれると職人さんたちにとっても仕事がまたもらえるからいいんですっていう風に、つながっていくんですっていう風に話してくれました。でね、本当そうだよなと思って、でプラスチックだったらね、割れた壊れたって言ってもうすぐ捨てる。でまた次また、ダイソーとかで買う100円とかで買う。で大体すぐ壊れますから、はい、まあ5年とかでまた新しいのを買う、そういうことの繰り返しですよね。でね、なんでしょう、私その職人さんのおじいさんと1時間ぐらい話をさせていただいてもうなんでしょうね、びっくりすることがいっぱいありすぎて、私もいっぱい質問したのですごいこうね、いっぱいいろいろ答えてくださったんですけど、まずこの素材っていうのが私全然知らなかったんですね。なんだと、何でできてんのって知らなかったんですけど、ちょっと調べたらこのラタンというんですけど、これね、ラタンというもの、ここちっちゃくラタンって英語で書いてありますね。これ英語の書き方だとこれだそうです。ラタン。はい。でこのラタンっていうのは何と言われているかというと、世界でも何と言われているかというと、これは自然からの贈り物っていうのはプレゼントっていう意味です。これ地球からのプレゼントと言ってもいいと思います。これどういう意味って、何がって地球が私たち人間にどうぞこれを使ってください、いいものです、あげますってくれたものだっていうふうに言われているらしいんですね。どういう意味って言ったら、やっぱりまず壊れない、作って何かを作ると本当に壊れない、強いっていうのがまず一個と大きな特徴で、と思って。でも最近の私の生活の周りにこのラタンで作ったものないなって思ったんですね。あんまりないよな。でもどうなのと思ってちょっと調べたら、まずラタンの歴史をちょっと見たら、まあすごいです。エジプト、はい、はるか昔の、はるかっていうのはとっても昔って意味です。はい、はるか昔のエジプト、はい、エジプト文明ってありますね。はい、メソポタミア文明とかねありますよね。クレオパトラとかそういう人がいた時代だと思います。はい、エジプトの人もこのラタンを使って椅子を作っていたらしいです。本当にと思って、すごって思いました。エジプトの人もね、これね気持ちいいっていうの分かったみたい。これね写真なくてもごめんなさいね。このラタンでできてる椅子ね、座ったことありますか皆さん。なんかねクッションと違うんです。またなんかふわふわしてます、柔らかいですじゃなくて、なんかなんですか、木でできてるから、クッションの椅子のとここれなんですけど、なんかね自分の体の重さに合わせていい感じにちょっと下に行くわけですよ、やっぱり。で背中のところもこれがあるわけ、このネットみたいなやつで、なんか気持ちいいんですね。であと手のとこも手のところはまたこのラタンで何ですか、いっぱい縫ったこれがあるんですけど、なんか気持ちいいんですね。説明できない気持ちよさ、何ですかこれはみたいな、なんか優しいっていう、そうなんですよ。
でね、それ最初に私椅子に座ってたらそのおじいさんとこう話が始まったので、なんかわかんないけど気持ちいいって思ってたんですけど、おじいさんに説明聞いたらもう分かった。やっぱこれ自然だからです。はい、この今座ってる木は生きているから。はい、プラスチックとか何ですか、ソファーとかのなんかもうなんか物みたいな、私は物ですみたいな、プロダクトみたいなのではなくて、木の上に座ってるみたいなイメージですかね。なんかでもそれでも硬くない、なんかちょうどいいクッション性があって、なんか気持ちいいっていう、ああこれだわーって、これだ、私が欲しいのはこれだわーって思いましたけどだからね、もうエジプトの人、大昔ですね。もう2300年以上前かもしれない。だいぶ前ですね。2000年以上前ですよ。うん。そのエジプト人だってこれ気持ちいいって分かってた。はい。すごいって思いました。でエジプト人と同じ椅子座ってるんだと思いましたけどね。そうでエジプトでも使ってたし、その後ヨーロッパ、例えばフランスでも使ってたし、イギリスでも使ってたし、はい、やっぱりイギリスフランスというのは、このインドネシアとかマレーシアとかね、そういう、まあ、大体ですけど、例えばですけど、そういう国を占領していた、まあ、植民地というんですけど、見つけてね、占領し自分の国としてあの治めていたので、作るためのこのラタンをたくさん持っていたみたいですね。だからそれを作って、うわこの椅子気持ちいいって、フランスの王様もイギリスの王様、お金持ちの人たちもこれいいわって使ってたらしいです。いや本当にいいですもん、だって分かります、本当に。はい、でね、日本でも、このラタンを使うというのは歴史がやはり長くて、日本でも1000年以上前からこのラタンというのを使っていろんなものを作っていたらしいんですね。日本の場合だと椅子とかではなくて、最初は戦争で使うもの、これ強いからなんですよ。戦争で使うものにこんなものを使うのかって、ちょっとわけが分かんない、どうしてって思ったんですけど、刀ね、刀にこう巻いたり、なんかいろいろあるらしいです。体を守るためのものをこれで作ったりとかあるらしいんですよ。で、比較的、まあ、最近になってといってもこう最近ですといっても、まあここ300年400年ぐらいなのかな、ヨーロッパの文化で外国からこう椅子という文化が日本に入って、椅子を作ろうと、これ椅子作ってみようっていう風になって、日本でもこの椅子をラタンで椅子を作るっていう文化が広がっていったらしいんですね。それで、まあ、最近でもっと考えると大阪大阪にたくさんの職人さんがいたらしいんです。私がお話をしたおじい様の職人さんも実は大阪の出身で、そこにはいっぱい職人がいたんだよってやっぱり話してくれました。ちょっと調べたら300人から400人の職人が大阪のある町に住んでいて、みんなで作っていたらしいんですね。でその私がお話しした職人さんもやっぱりそこで勉強したみたいです。先生がいてそこで作り方を習って、で東京に来てっていう風にいろいろやっていたらしいんですけれど、あの残念な話でこれを作る人が本当に今少ない、もうほぼいないぐらいになってるらしいんですね。これは皆さんの国でも起きてるんじゃないですか。こういう職人ですね、こう AI では作れない職人さん
手で実際にゼロから作るということができる人がとても少なくなってませんか？日本ではもうこれはとても大きな問題なんですね。私が昨日っていうかお話しした職人さんも、多分80歳近いです。もしかしたら80超えてるかもしれない、80以上かもしれない。すっごく元気なんですけど、だからわからないんですけど、年齢がすごく話すの早いし耳もとっても良くて、なんでこんなに元気なんだろうってびっくりするぐらいなので、何歳かちょっとわからないけれど、でも本当にそのぐらいのお年の方だと思うんですね。でその方がやっぱりおっしゃるんですね。もうこれね、大阪でそうですね、大体60年ぐらい前、60年70年ぐらい前は大阪に作る人が何百人もいた。多分400人300人、いたんだけど、今はもう2人ぐらいしかいないっておっしゃってました。すっごいですよね。やばいですよね。でほとんどもうだから皆さん辞めてるんですね。これ自分はやってても、お父さんはこれを仕事してても、子供たちを大学に行かせたら子供たちは普通の会社に入って、でこの仕事はもう終わり、もう自分の時で終わり、自分のジェネレーションで終わりっていう風にする人がとても多いらしいです。やっぱりこれ作り方覚えるのも大変だし、そしてこれ日本ではこういうものを作って売るというビジネスが外国のもの、例えばインドネシアで作ったもの、やっぱりインドネシアはこれ作るものがいっぱいありますから、インドネシアでもたくさん作ってますよね。でそういうのが日本に入ってきて輸入されて売るっていうのを、日本もいいです、売っていいですっていう風にしていたらしくて、これだと日本で作っている職人さんたちのものより外国のものの方が安かったりするみたいなんですね。だからそれだと売れない、日本のものは売れない。それだともうこの仕事をやめた方がいい、自分の子供にはこれをやりなさい、やってねとは言えないですよね。そういうことで、この技術ですね、この作り方の技術、テクニックが、その自分の下の人たち、下のジェネレーションに伝わらないで終わるっていう、もうなくなるですね、ゼロになってしまうっていうのが今とても起きてるらしいんですね。たまたまこの私お話ししたおじい様は息子がやりたいって言ってくれてやってくれてるんだ。で息子の奥さんもカゴを作ってくれてる、カバンを作ったりとか一緒にしてくれてるから、うちはね偶然良かったんだよと、たまたまね、偶然っていうのはたまたま、ラッキーだったというふうにお話ししてくれたんですけど、やっぱりそのおじい様もこれをね作るのはもう日本ではもう1,000年以上の歴史があるし、でおじい様曰くこういうふうにね、これはね今すごくシンプルな作りなんですけど、やっぱりね、日本のこういう職人さん、何かを作る人たちというのはもっともっと高いレベルを作りたい、もっと芸術的なものを作りたい、アートですねと思ったり、他の人が作っていないものを作ってみたいとか、それがお金になる、それがビジネスになる、高く売れるから作りたいじゃなくて、やってみたい、自分はどこまでできるかやってみたいっていうふうに思って、どんどんレベルアップしていく人がたくさんいるらしいんですね。そういうふうにお話ししてました。でね、そのレベルがもう止まらないわけですよ。ここまででいいっていうのがないんですね。だからすっごいレベル高いから、やっぱりこの技術テクニックっていうのは外国で作っているものと日本で比べるとまた全然違うらしいんですよ。私はねあんまり外国の
このラタンで作ったものがどういうものかあまり見たことないから比べてよくわかんないんですけど、でも確かに外国で見た時、外国でこういう素材でラタンでできてるのを見ると、やっぱり何か上にコーティングしてるんですね。塗ってる。で塗ってるってことは洗えないです。塗ってるってことは息ができないです。呼吸ができない、ブレスができないから、もうこれ死にます。ってことは壊れやすくなるし、洗えないし、そうでしょ。でコーティングしてるってことはあんまり上手にこの最初縫う時にできてないのかもしれない。ちょっとごまかしてる。お客さんにわからないようにするため、そしてあんまり上手な人じゃない、上手じゃない、テクニックない人が作ったからコーティングして色つけてしまって綺麗に見せて、で安く売る、でたくさん売る、そしてお金をもらうっていうビジネスモデルだと思うんですね。だからね、だからこそおじいさんがおっしゃるには、外国の人には日本の技術はないっていうんですね。だからこそ外国の人が日本に来て、これの作り方を教えてくださいって来るらしいです。はい。このカゴじゃなくてね、これね写真見せられないんですけど、このおじいさんはですね、もう本を出版していて、本を作っていて、別に売りたいとかじゃないんです。これはいくらとか書いてないんです。もうアート、花瓶とかね、花を入れるやつね、バーゼですね、花瓶とか、もうあとはもう虫とかね、虫です。はい。ゴキブリも作ったことあるっておっしゃってましたけど、虫、空を飛んでる虫、ズンズンズンとかね、ハエとかね、トンボとかね、そういうのも作れるし、そうもうアートなんですね。どこまでできるかみたいな、っていうのを挑戦していて、ででもおじいさんはね、自分がすごいっていうのではなくて、この世界の人っていうのはみんなそうだっていうイメージで話してました。どこまで自分はラタンを使って作れるのかっていう、その限界に挑戦する、リミットまでやってみるっていうのをやってるんですってお話ししてて、うわすごいと思いました。だからね、これはもちろんもう人間にしかできないし、なんだろう、もちろん AI できないし、そんな素晴らしいテクニックがあのやる人が少ないっていう、受け継ぐっていうんですけど、それを継いでいく、次のジェネレーションに継いでいく、教えてもらいながら覚えて、だっておじいさんだっていつか亡くなりますから、死んでしまうから、おじいさん死んじゃったらそのすごいテクニックが消えるっていうのは本当にもったいないじゃないですか。でそれをやってるのがその息子と奥さんだけだっていうと本当にもったいないと思って、地球に何人人がいますかって思いません？それできる人すっごい少ないみたいな。私が今分かると2人しかいないみたいな。みたいな。2人だっていつか死にますから、病気になっちゃうかもしれないしね、早く死んじゃうかもしれないし、これは誰か他の人もっとできるようにならないと、この1,000年続いてるこのテクニック、この1,000年いろいろみんなが挑戦して、あこういう作り方あるんだっていろいろみんな考えて作ってきたの、どんどん下の人に教えてって、どんどんつなげてってるのに、なくなっていくっていうのはなんてもったいない。どうするって思いません？だからね、これはね本当にね、大きな問題で、こういう職人の
こういうすごいテクニック、技って言うんですけど、職人のテクニックっていうのはこのラタンだけじゃなくてもう全部にいろんなことに言えるんですね。例えば皆さん知ってるのは刀。あの侍が持っていた刀ですね。人を殺すこともできるし、自分で首を切ることもできるし、そういうやつですね。刀だってもちろんそうです。刀を作る人がいなくなったら誰も作れなくなりますね。ね、同じなんです。作る人どんどん減ってます。だからね、これね、もう何でもそう、日本の着物を作るでもそうだし、日本のお茶碗、食事する時のね使うものとかもそうだし、箸、チョップスティックスです。箸を木で作るっていうのも作る人減ってるし、もう全部って思っていいです。日本の古くからある、外国の人が特に素晴らしいですね、ジャパンと。クールジャパンですね、これはすごいトラディショナルなすごいものですねってみんなが言ってくれるものを作ってる人がどんどん減ってます。全然いないと思ってもいいです。はい。だからね、そうなっちゃったらなくなっちゃうんですね、その文化がね。その文化もテクニックもそのうち忘れられてしまうという、恐ろしいなと思いました。もうね、 AI とかね、そんなことを言ってる場合じゃないかもしれない。もう、はい、もう何ですか、スマートフォンがどうのこうのみたいな、新しいスマートフォンがなんとかとか、新しいテクノロジーとか 5G とか、いやいやいや、そんなこと言ってる場合じゃないんですね。もうこの AI できなくて、このエジプトの時代から作られてきたこの素晴らしい技術を人間はなくしていいのかと。 AI なんて最近です。なんか本当にすごい思いました。そのおじいさんすっごい楽しそうに話してくれるんですね、こういう話を。でおじいさん私と話しながらずっと作ってるんですよ。おじいさん作ってるのはね、これじゃなくてね、皆さん日本で畳の時どうやって座りますか？畳の時正座しますよね。足を組んで、足痛いでしょ。日本人はできますよ、小さい時からやってるから。でも特にヨーロッパの人とかできないですね。痛ってね、1分とできないですね。わかりますわかります、うん、痛いですよね。あれをね、痛い時にね、足に入れるね小さい椅子があるんです。実は正座の椅子っていうのがあるんです。正座椅子っていうんですけど、知ってました？知らない人ぜひ Google で探してみてください。正座椅子で出てきます。この足のね部分にねそっと隠すようにちっちゃい椅子を入れるんです。そうするとね、お尻がね、ヒップがキュッて上がるんです。そうするとお尻が足に当たらないんです。つかないんです。だから足痛くないんです、全然。これをおじいさんは作ってました。これを楽しそうに作りながら私と話してました。ねえ、なんてかっこいいんでしょう。すごいですね。私はもうすごいなと思って、もうずっと話を聞いていたいと思いました。そしてその時思ったのは、なんてこれは本当に面白いから、なんかチャンスがあったら、例えばですけど、皆さんがね、これを聞いてくださってる皆さんが日本に来た時に、例えばこのカゴを作ってみるとかね、自分で。そうそうそう。もっとちっちゃいカゴでいいと思うんですけど、例えばお箸を入れるためのカゴとか、スプーンとフォークを入れるカゴとかあるじゃないですか。ホテルとかにあるでしょ、このもうちょっと半分ぐらいのサイズでここにちょっと入れる。そう、ああいうのはね、おじいさんは1時間もあれば作れるらしいんですよ。本当にってすごいと思ったんですけど、普通の人だと1日ぐらいかかるっておっしゃってましたけど、それでもね、なんか一緒にね教えてもらいながら作るワークショップですね。なんかそういうのやったら多分すっごいいい思い出になると思うんです。日本に旅行に来たすっごいいい思い出になるって私は思っ
て、なんか一緒にみんなとできないかななんてちょっと本当に今は思ってます。皆さんとね、皆さん、例えば私があのなんかイベントをねやらせてもらって、この YouTube みんな聞いてくれてる中で、日本いついつ、例えば来年行きますとかってね、もう日にちを私が決めて、来年の何月、例えば4月ね、花見もできる時に皆さんぜひ日本来て、で私とも会って、でみんなでね、このカゴをねちょっと一緒に作ってみるっていうのをちょっとやってみるみたいな体験ですね、エクスペリエンスですねっていうのをやってみたら、なんか楽しいんじゃないってちょっと思ったりしてます。はい、私も作ったことないですしね。はい、多分やったら別のなんですかね、なんか物の見方が変わると思うんですよ。やっぱり人って体験しないと分かんないから、いくら話を聞いても、いくら何々これは美味しいですよって、日本の寿司は美味しいですよって話聞いてても、美味しいんですねって、やっぱ食べなきゃ分かんないし、日本の納豆美味しいって言われても、いや臭いから食べないって思ったけど、いや食べて何回か食べたら本当に美味しくなっちゃったっていう人はたくさんいるんですね。だからね、経験しないと分かんないんですよ、人間って。やっぱバカなんですよ、私たち。そう経験しないとね、理解できないでね、本当に体で。そう頭で分かるだけじゃ足りないですね。だからね、なんかね、皆さんとね一緒にね、このなんかやばいですよ、やばい文化ですよ。もうこういうテクニックをねちょっとでもねやらせてもらうっていうのをね、一緒に経験できたらね、なんか私もすごい思い出に残るなって思ったなっていうことなんですよ。だから皆さんちょっとよかったら、いやこれちょっと作ってみたいですとか、あの虫を作るっていうのもねすっごい面白そうだからね。インゼクトですね、虫ね、インゼクト、これラタンで虫を作るってね、ゴキブリ作ってみるとかね、どうですかって聞いたらね、それは難しいって言われました。それはちょっとねレベル高いからね、カゴの方がいいですよって言われましたけど、そうなんかねやったらね、いろんなものがね、うわなんかすごい、いつもお金で買って簡単だったんだなって思うと思います。物ってお金で買えるってある意味安いなって。これをゼロから作らなければいけないってどんだけ大変って。そう思うと、なんか地球に対して優しくなければいけない。なんか簡単にゴミを捨てるべきではないとも思えるし、なんかもう地球に優しく、植物に優しく、食べ物を大切にしなきゃとか、そして同じ人間動物ですから、人にも優しくした方がいいななんて思うかもしれないですね。なんかね、だからちょっと本当にまさかね、ちょっとした椅子に座ったことからこんな風に私がね思う経験につながるとは自分でも思わなかったです。はい、ですので皆さんよかったらなんかちょっとこれについて意見をください。ちょっとこう作ってみたいですとかね、来年日本行ってみんなで作りませんかとか、もしあったらちょっとどうですか。ワークショップだから皆さんにもちろんねただ無料ですなんて無理ですよ。そうだけどなんかそういうの興味あるみたいなあったら、皆さんぜひどうぞコメントください。そしてこのお話をしてくださったのはですね、おじい様、職人様はですね、小さく書いてありますが、橋本様です。橋本、陶工芸、陶っていうのは日本語でラタンの意味です。これラタン、はい、の、おじい様がお話をしてくださいました。ここの、社長さんだと思います。はい、ぜひ皆さんこのホームページを見てみてください。橋本陶工芸です。はい、いろんな作品が見られます。もう作品です。椅子とかベッドとかもいろんなの見られるの楽しい。はい、日本に来た時はぜひちょっと見せてくださいと。見るだけでもいいと思う。で日本中のデパートでも見せてくれるし、おじい様もそこに行って、作ってるのを見せてたりするらしいので、まずはホームページをちょっとチェックしてみてくださいねと思います。
ということで、ちょっと長くなりましたが、今日はそんなところ、でした。私のオンラインサイトちょっと見せておきます。ぜひ皆様一緒に勉強しましょう。ではありがとうございました。